藤です。本日は波動拳のおすすめの使い方っていうのを2つ紹介しようと思います。1つ目がですね、ストロークになってから使うドライブゲージ回復っていうところで紹介しようと思います。2つ目が以前のスト5では少なくともありましたね。通常技に対して波動拳を打つというところで使う方法の2つを紹介しようと思います。それではお願いします。まず前提として、弾をガードするとですね、これドライブゲージ両方3本からスタートしてるんですけれども、ドライブゲージがどんどん削れていって、打ってる方は回復していくっていうのがありますね。で、パリの場合はですね、現状維持になるんですけれども、打ってる方は回復していくというような感じで差がついていきます。これ使った試合実際に見ていきます。これ私のランクマッチなんですけれども、お互い1本ぐらいで、私はドライブゲージ回復したいので波動拳を打ちまくりました。で、相手の方はですね、被弾したくないっていうところもあって、パリでこれを全部受け止めてるんですね。そうしたところ、私はオーディ波動もあって使っていて、で、ドライブゲージ3本ぐらいってことで5本ぐらい溜まってました。で、相手の方は1本っていうところでドライブゲージの回復量に差が出ています。で、さらに回復っていうので、あと釣りとかも使ってやったところ、相手がバーンとしてしまったので、この回復したゲージを使って、攻めに行くというようなことをやっています。で、ちょっと気をつけながらインパクトを当てて勝ったというような試合になっています。このようにですね、この波動拳のドライブゲージ回復によって勝ったということができましたね。で、これをさせないためにはですね、触ってしまうとドライブゲージ削れてしまうので、垂直で避けるというようなことをすると回復するようになっています。さらにこれの対策なんですけれども、例えば波衝撃でジャンプをつって対空するというようなことと、波動の緩急すると、弾乗せやすいのでそこから追撃。あとですね、ラッシュ台形っていうところから追撃というのを3つ考えられますね。で、2つ目です。通常技対策なんですけれども、ルークの靴中パンのような判定が強い技っていうのに対して、竜はですね、中盤で、ラッシュ仕込んでおくと、リターンが釣り合うっていうのはあるんですけど、これはですね、場合によっては打ち負けてしまうっていうところで、ちょっと運が絡んでくるっていうところですね。それに対して、波動拳を打つというところが、安全で、潰せるっていうところで有効になっています。しかしこれも結構リスキーでして、近距離でジャストパリーなんかをされると、攻撃が確定してしまうっていうところでかなり危ない打ち方にはなっています。リスク高いですね。一応ですね、これの対策としては、強度を使い分けて波動拳を打ち分けると、ジャストパリっていうのがかなりやりづらくなるというようなところもあります。あともう一つとして、波衝撃をフェイントに使うと、そのパリっていうのを釣ってっていうのはできますね。さらに相手の対策としては、その釣られたのを確認してラッシュから攻撃するっていうのもあるんで、こちらも覚えておくといいかもしれません。ただそもそもですね、波動拳っていうのはインパクトとか飛びとかっていったところで、相当なリスクがありますね。なので、ちょっとあんまり、少なくしていくっていうのが、安定して勝つコツになります。例えばですね、好調が長い台形などの技っていうのはですね、波動拳ではなくて、通常技で返すっていう方がリスクが低いっていう風になります。だから使う技っていうのはですね、だいたい隙の小さい中攻撃なんかに対して使うといいと思いますね。本日はこのようなまとめになります。ただやはりですね、竜っていうのは波動拳使いたいんですけれども、少なければ少ないほど、勝ちにつながりやすいっていうところがあると思いますので、そちらを覚えて、実行していただけるといいかなと思います。本日の動画は以上になります。